こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は天板いっぱいの大きさに焼く大きなフォカッチャをご紹介します。生地作りも成形もとっても簡単にできて、焼き上がりはしっとり弾力のある美味しいパンになります。ぜひ気軽にチャレンジしてくださいね。準備する材料はこちらです。まず容器にぬるま湯を入れ、ドライイースト、砂糖、塩、軽く混ぜたらオリーブオイルを入れます。強力粉を加えます。ゴムベラで全体を混ぜ合わせます。このレシピは水分が多いのでとっても混ぜやすいと思います。ゴムベラでも簡単に混ざりますよ。粉がなくなるまでよく混ぜたら表面を平らにして蓋をします。このまま室温で30分置きます。その間に天板にオーブンシートを敷いておきます。オーブンシートは天板より大きめに切って余った部分を折り返します。折った部分を立てるように敷いておきます。30分置いた生地は水分が強力粉にしっかり吸水されています。この時は少し発酵していても大丈夫です。容器の中で生地全体をよく混ぜます。よく混ざると生地にツヤと張りが出てきます。混ぜ終わったらオーブンシートを敷いた天板に取り出します。容器を逆さにすると生地は自然に出てきます。生地の表面にオリーブオイルを大さじ1杯かけてまんべんなく塗ります。塗りながら生地の厚さを均等にします。この時は天板いっぱいに広げる必要はありません。デコボコしているところを平らにならしてください。生地全体にラップを貼り付けて、もう一度生地の表面を整えます。暖かいところに置いて天板いっぱいに広がって約 2.5 倍の大きさになるまで発酵させます。これが十分に発酵した状態です。天板が小さい場合は生地の厚さを目安にしてください。ラップを取って表面に大さじ3杯のオリーブオイルをかけます。生地全体にオリーブオイルを広げます。両手の指を立てて生地の表面に差し込みます。天板に当たるまで深く差し込んでしっかり穴を開けてください。ここでさらにオリーブオイルを追加したり、岩塩やハーブをトッピングするのもおすすめです。すぐに200度に予熱をしたオーブンで30分焼きます。
これで焼き上がりです。天板いっぱいの大きなフォカッチャは圧巻ですね。ふわっと厚みがあって美味しそうに焼けました。好きな大きさに切り分けて食べるのも楽しみです。生地の水分を多めにするともっちりしてとっても美味しい生地になります。二次発酵がいらないので短時間で作れて、誰でも失敗なくふんわり美味しく焼き上がります。大量に焼いたフォカッチャは食べる大きさに切り分けて、こんな風に1個ずつ密封して冷凍保存しておきます。食べたい時に1個ずつ取り出して室温で 1,2 時間ほど自然解凍してください。そのままでも美味しく食べることができるので便利ですよ。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。